こんにちは、金子でございます。ということで今日なんですけども、もうすぐクリスマスですね。毎年恒例お寿司ケーキを作りたいなと思いまして市場にやってきております。甘いケーキもいいですけど、僕はねお寿司ケーキでお酒が飲みたいということで、特に狙いはねマグロですね。今日はマグロにこだわったお寿司ケーキを作れたらなと思います。よし、じゃあまず見に行きましょうか。マグロから見ましょう。もうマグロ直行で。ちょっと今日時間がね遅めなんで出遅れちゃった感はあるんですけど、今日はちょっとマグロを買いに来たんですけど、はい、マグロの良さそうなとこ一頃ありますかね。今日来たボストンの天然の本間なんですけど、めちゃめちゃいいですね。ここならあるんですけど、後が売れちゃって。うわこれ、それ良さそうだな。めちゃくちゃいいですよ。油結構ある感じですか。はい。どうしような、ボストン7生にしようかな。このはいいです。これいいですね。はい、じゃあこれください。いいですか。うん、これで。ちょっと国産がだいぶ高くなっちゃって、今ねもうほんとマグロ取り合いって言いますもんね。貴重なマグロですよ。ボストンのアメリカですね。これも東京から送ってもらったんですけど、ありがとうございます。最高ですね。そしたらマグロ買ったんで、あとはちょこちょこと、サーモンとか、エビが欲しいですね。あとエビが欲しいのと、ちょっと見ましょう。とりあえずまだね頭の中でこう作るっていうのができてないんですよね。作ってる最中にいろいろこうしてってやっていきたいと思うんで、もう今日はとにかく華やかな感じにしたいんでね。ゲット。おはようございます。おはようございます。これください。ウニは絶対いる。ウニと赤貝、これ1個あるんですね。じゃあ赤貝じゃあ1個これもらっちゃいます。はい。やっぱあとエビぐらい欲しいですね。エビ、車エビがさっきたくさんあったんで、車エビかこれかね、ボタンエビか甘エビがどっかないかなって探してるんですよ。それがあったら欲しい。天然こっち。天然もらおうかな。でもなかったら養殖でもいいんだけどな。ちょっと小さめのねやつが欲しいんですよね。これいいですね。このぐらいがいい。このぐらいがいいな。今一番ちょっと貴重なサイズで。ですよね。僕の養殖場も全部大きくなっちゃったもんで、ここがないんですよ。なるほどね。このサイズが欲しいな。じゃあこれを30匹ぐらい。よし、とりあえずエビも手に入りました。ちょっと甘エビとかボタンエビがねなかったです。車エビがすごくいいのがあったんで車エビにしましょう。で、あとはちょこちょこねサーモンとかいろんなものをスーパーかどっかで買い出してスタジオに戻ってケーキ作っていきたいと思います。それじゃあ帰宅。さあ帰ってまいりました。まず買ってきたものを紹介しますと、カニ、ウニ、赤貝、イクラ、明太子、ホタテ、サーモン、生ダコ、マグロ、甘エビ、赤エビ、車エビ、で、数の子。そしてこちらがお野菜ですね。キュウリ、スダチ、ラディッシュ、マイヤーレモン、アボカド、大きなわさび。で、彩りのあしらえも買ってきました。そして今回も朝日さんからこちら、じゃん、生ジョッキ缶大生をいただきました。クリスマスももちろん銀色ですよ。大生やっちゃおうってことで実食の時に飲んでいきたいと思います。楽しみです。今日さばくものと言ったら赤貝とマグロを削状にするのと、あとここら辺のエビをムキムキするのと、で車エビはこれボイルします。この車エビのサイズ感が素晴らしい。これを茹でてシュリンプカクテルみたいな感じでどっかに盛り付けれればなと思います。全部これ使うかは正直わかんないんですけど、これだけ具材があれば美味しいケーキができるかなと思いますので頑張って作っていきたいと思います。はい、じゃあまずエビからいきましょうか。甘エビとボタンエビは生で食べます。で、車エビ、さえ巻きですね。これは茹でて剥きます。そしたら車エビ茹でていきます。大きいお鍋にたっぷり水入れて、で、お鍋にお塩。で、そこに日本酒もさーっと入れます。で、蓋をして、沸騰させます。沸騰させてる間に他のことやっていきます。じゃあ赤エビと甘エビ剥いていきます。で、この赤エビっていうエビがね、生で食べるとすごく美味しいんですよね。ボタンエビみたいな感じで。で、この赤エビなんですけど、殻のところ、内側に赤い色素があって、その色素が手につくと、なかなか取れないんですよ。石鹸で洗ってもなかなか落ちないので、こういうね、ゴム手袋とかして剥くといいと思います。そしたら赤エビ剥いていくんですけど、赤エビって天然のエビなんですよ。なので、背わたが入ってるんですよ。こう赤エビの背わたはね、かなりきついので、背わたを抜いちゃいます、ここで。ピッとほら、もうすごい真っ黒な背わた入ってますよね。もうジャリジャリっとしてる。これはね、取っちゃいたいんですよ。はい、で、背わたが取れたら頭を落として、で、殻を剥いていくと。よっと。はい、こんな感じですね。
で背わたはこの状態で半分に割ってピッピッピッと取っても大丈夫です。ただ僕は今日開かずにこの状態で使いたいので、この殻の状態から折り曲げてこうですね、ヒュッと抜いていくと。で、赤エビの塩焼きとか塩茹で作る際も必ずここで背わたを抜いてから焼くなり茹でるなりしてください。茹でてからだと背わたがすごく取りにくくなるんですよ。なので赤エビはね、そこだけ注意ですね。すごく美味しいエビなんですけどね、これを怠ると台無しになってしまいます。赤エビに限らず天然エビは絶対に背わた抜いてくださいね。で、赤エビはね、味噌がたまーに匂う個体がいるんですよ。なんでちょっと気をつけてください。味噌食べる際はね。で、やっぱり味噌より赤エビっていうのは身が美味しいかなと思います。それも生食ね。値段の割には本当に美味しいエビなんでね、ぜひ皆さんも食べてみてくださいね。すごく大きくて食べ応えもあります。はい、赤エビ剥き終わりました。そしたら次は甘エビですね。あえて今日はちっちゃいやつを買ってまいりました。このぐらいのサイズは唐揚げにしてもすごく美味しいですよね。これ赤エビ剥いた後なんですけど、すごく赤い色素がついてますよね。甘エビはそんなに赤い色素はつかないんですけどね、赤エビだけね、やたらつくんですよね。甘エビはこう剥いて尻尾もちょっと落とします。この状態ですね。ほんで甘エビは背わたは気になりません。大きい甘エビでもね、背わた気にならないんで、甘エビは背わたは取らなくて OK ですね。で、こういうちっちゃい甘エビの早い剥き方は、これで頭取って、この半分ぐらいをつるっと剥きます。で、まだここ殻残ってるんですけど、尻尾のところこうチュッとやれば出てきますんでね。尻尾残したい場合はこのやり方できないんですけど、もう尻尾も取っちゃって完璧に食べやすい状態にしたいよっていう方は、こうやってやると早いと思います。頭を落とす。半分だけ殻をくるっと剥く。この状態になったらチュッと。こんな感じですね。どんどん剥いていきます。はい、剥けましたらここにちょっとお塩を入れて、お水。塩水で軽く洗っていきます。こうするとアクが取れて食べやすいお刺身になります。ただ塩水で洗うことによってこの赤い色が少し落ちてしまうっていうデメリットもありますね。はい、ではお湯が沸きましたと。そしたらここに車エビ入れていきます。で、まっすぐ茹でたい場合は串を打って茹でるんですけど、今日はくるっとさせて茹でたいので、もうこのまま入れてしまいます。エビは茹で加減が難しいんですよね。茹ですぎると硬くなってしまいますんでね。でもちょっとレアぐらいでいいと思うんですよ。もうお寿司で食べるんだったらもうこのぐらいでいいんですよ。よし、 OK。 はい、では車エビ茹で上がりました。そしたら頭を取って、で今日は頭使わないので味噌は吸うと。ほら、頭取っちゃうとね、このぐらいの大きさになります。ちっちゃいですね。殻むくともっとちっちゃくなります。でもお寿司屋さんはこのぐらいのサイズが好きですよね。だからね、このぐらいのサイズ感のものはね、貴重なんですよ。さあ、そしたら殻むいていきます。まあこれ一緒ですね。生きたエビでもちょっと茹でてしまえばすごく殻むきやすいです。車エビは茹でるとすごく綺麗なんですよ。で、これどんどん剥いていきます。はい、剥けました。次、こちら赤貝ですね。一つだけ寂しそうだったんで買ってきました。そしたら口が開いてるのでここから入れましょうか。貝紐の裏を通して貝柱を落とすと。はい、ここ貝柱切れました。貝柱切れたらさらに貝紐の裏を通す。この時に貝紐を切らないように慎重に優しく通すと。で、こっち側の貝柱も外すと。よいしょ。いい赤貝だな。めちゃくちゃ物いいですね。そしたら貝柱もう一個外して貝柱の裏を通し、こっちの貝柱も外していくと。ほい。そしたら貝紐と玉をこうやって分けます。ぷるっと。これは手で簡単に取れますんでね。はい、こっちが貝紐、こっちが玉ですね。そしたら貝紐の処理ですね。貝紐の処理はここ。膜を外して、で、ここにエラみたいなやつがついてますんで、このエラみたいなものを外すと。で、この膜もしっかりと落としていくと。で、貝柱に残ったちょっとこういう黒いところも落としていくと。はい、こんな感じ。綺麗な赤紐。そしたら赤貝開いていきます。このお腹のぷっくりしてるところですね。ここに内臓が入ってますので、内臓を抜いていきます。こういう風に入れて、ここら辺で止めます。1個止めたら、ここで開くと。はい、こんな感じ。そしたら内臓をこそげ取ります。こうですね。はい、こんな感じ。で、こういうちょっと出てるところを切って成形して、はい、これで赤貝の処理の完成。
よし、そしたらお米炊いていきましょう。水に浸して、ざるにあげて、水切りしたお米ですね。今日は5合炊きます。で、ここに日本酒をちょっと入れて、で、今日は昆布も入れて下味をつけます。そしたらお水を入れていきます。で、ちょっと固めに炊きたいので、お水は少なめに。5合目盛りよりちょっと下ですね。こんなもんでいいでしょう。よし、そしたらこちらを炊飯器で炊いていきたいと思います。よし、そしたら今日買ってきました。こちら生の本マグロですね。うまそうです。今マグロがね、ほんとどこも取り合いなんですって。でも今日なんとかいいマグロを仕入れることができました。で、毎回説明してますけど、ここですね。この白っぽいところ、ここがトロの部分ですね。で、ここの真っ赤なところ、ここが赤身ですね。なので今日は赤身を使いたいので、今日は赤のここ、ちょっと大きめに赤だけ落とします。よっと。はい。もちろん中トロも使いますんで、中トロはここから落としていきます。うまそうな中トロ。2柵取って、ほんでここはね、あえて大きめに落としておきます。よし。このぐらいで落としておきます。ここもちょっとブロック状で残しておきます。ケーキなので、いろんな柵の形があった方が、後で対応しやすいので。はい、こんな感じですね。そしたら、生ダコですね。生ダコは吸盤を外して、よっと。で、吸盤は軽くボイルしておきます。使うか使わないか分かんないですけどね。一応剥いておきました。はい、そしたら具材のある程度の仕込み終わりましたんで、そしたらいよいよケーキを作っていきたいと思います。よし、そしたら寿司酢を作っていきます。僕、いつもは赤酢と米酢とハーフでいくんですけど、今日は米酢オンリーでいきます。米酢を 120cc ぐらいですね。そしたらお砂糖を1、2、3、4、5ぐらいですね。大さじ4から5ぐらい。そしたらお塩を小さじ1、2のちょっと。このぐらいの分量でやったらね、この前すごく美味しかったんですよ。本当にこの寿司酢って奥が深いんですよね。正解がないと言いますか。具材によって変えたりもするしね。でこれしっかり溶けるまで混ぜしたら、寿司酢の完成ですね。あ、忘れてた。カニがいましたね。カニも溶けたんで剥いていきましょう。ボイルズワイガニ。これが 6L サイズですね。大きめのやつ用意しました。で、こういうボイルズワイガニって、ちょっと凍ってるぐらいが剥きやすいんですよ。7割、8割ぐらい溶けた状態。うまそう。カニ大好きだからな。今包丁でやってもいいんですけど、ハサミでやってもね、いいと思います。パカッと。ズワイガニもね、こう綺麗に剥こうとすると難しいんですよね。わあ、いい状態、いい状態。いいですね。でかいね。爪は、ここら辺から。あ、でも切れ込みが入ってますね、こいつ。こんな感じ。よいしょ。お米もいい感じに炊き上がっておりますね。よっと。もうこのままケーキ作りたいぐらいの形。でも今日はこうやって型を買ってきましたんで、この型でケーキを作っていきます。まあ理想はこの2段かな。そしたらここに先ほど作っておいた寿司酢をさーっと染み込ませて、しっかりとなじましていく。わ、ちょうどいい硬さ。はい、OK。じゃあ酢飯はお休み。乾かないようにね、布巾をかぶせて。よし、そしたらじゃあ1段目を作っていきましょう。で、今日はクリスマスのお寿司ケーキなので、イメージ的には、このポインセチアの花のような赤と緑を大事にした、そんなお寿司ケーキを作りたいなと思っております。なので赤の部分はマグロ。こちらをふんだんに使っていきたいと思います。で、このケーキの横の部分ですね。ここもね、赤く仕上げたいので、まずはこの側面にマグロをさーっとこう貼り付けていきたいと思います。じゃあまずこちら、赤身。こちら使っていきます。だいたい幅がこのぐらいなんで、このぐらいの柵を作ります。まずここで1個落としますか。ここで1個落として、で、ここで薄く切っていきましょうか。できるだけ薄めで。よっと、こんなもんで。ああ、いいですね。最高。で、これをこうやって横に貼り付けていくと。こういう感じね。1枚、2枚と。3枚。よし。4枚。そしたらここ、ケーキの上の部分になるところ。ここにもマグロを敷いていきます。で、ここは、あえてこうやって細くして、
こういう風にこのぐらいの細さにして、ほんでびっちり渦巻き状にしていきます。だからそっちの方がこうよりね、違和感なくマグロが敷き詰めれると思うんですよね。どうしてもこういう板状にすると、こういうね、隙間が空いてしまうんでね、棒状にして、もう隙間なくピターッと埋めていきます。はい、このように綺麗に引けました。そしたらここに酢飯を引いていきます。均等に均等に、かつ隙間がないようにしっかりと引いていきます。はい、で半分ぐらいまで引けましたら、海苔。ちょっと海苔の香りをつけまして、でそこにさらに酢飯。でここに白ごまをさらーっと、ごまの香りをつけていく。そしてさらに大葉も敷いていきます。ここで初めて緑が入ってきます。でさらにそこに酢飯。はい、1段目の完成。じゃあちょっとラップして、これは冷蔵庫で冷やしておきます。うわ、重っ、重量感がすごい。そしたら2段目も同じように作っていきます。2段目はちょっとマグロを多めに作りますね。まず側面を作っていく。1枚、2枚。はい、こんな感じにマグロが敷き詰めれましたら、ここにまたさらに酢飯ですね。そしたらここでちょっと魚介挟みたいですね。ホタテを入れますか。ホタテを薄切り、このぐらいに切ってホタテを敷き詰めていく。切って乗せると。はい、ホタテが引けましたら、もう一度酢飯。酢飯も5合でぴったりですね。ちょっとご飯が足りないかなと思ったんですけど、ぴったりでした。はい、こんな感じですね。そしたらこれも一度冷蔵庫に冷やしておきます。そしたらこちら、お野菜ですね。今日はね、このきゅうりがだいぶキーマンになってきます。まず、両端を切ります。そしたらスライサーでこう横にすっていきます。こうですね。はい、こんな感じですね。はい、そしたら今日の器はこちらで、ここにまずはこちら大きい段の方ですね。これをよっとで、ちょっとこっちら辺に寄せます。こういう角度で持っていきます。さあ、うまくいっとってくれ。いや、イメージではね、上手にできてるはずなんですけど、まず横から開けますね。横から、うおー、いい、めっちゃいいじゃん。で、上も完璧なんだけど、思った通りの出来。この真っ赤な感じ、完璧です。よし、そしたらこちらのちっちゃい方ですね、こっちも真ん中によいしょ乗っけますと。はい、いきます。まず横から、いい。で、上も完璧じゃん。綺麗すぎでしょこれ。そしたらここに盛り付けをしていきます。そしたらこの中トロの部分、これを切っていきます。こんな感じで1枚、2枚、3枚、4枚、5枚ぐらいいきますか。贅沢だ。そしたらこちらをくるくるくるっと巻いてお花を作っていきます。こんな感じ。そしたらお花を中央に乗っけて、よいしょ。で、そこにこちらきゅうりです。ここできゅうりが出てきます。きゅうりをこういう風に折ります。こういう風に折ったらマグロちゃんの下に引きます。こんな感じ。反対側にも同じように引きます。そしたらもう一枚下に入れて、そしてもう一枚入れて、でこっちはこうやってクリッと回転させちゃう。こういう感じで、こういう感じ。そうするときゅうりがリボンみたいになりました。これでもだいぶ綺麗なんですけど、なんかせっかく具材今日いっぱい買ったからもっと乗せたいなって気持ちはありますね。そうですね、せっかくなんでエビをどっかに乗せたいですね。あ、いいこと思いついた。エビちゃんをこう乗せていこう。こういう風に。あ、これ綺麗だ。
はい、じゃあこのようにエビが乗りました。いい感じになってきた。ちょっとこの隙間が寂しいので、イクラで埋めましょう。ちょっとこの赤が見えるとこね、ここをイクラで隠していくと。今日のイクラは脇役です。おー、いいですね。そしたら2段目にこちらウニですね。このウニを一辺ずつこういう風に乗っけていきましょう。できるだけ均等に。やばい、寿司ケーキが崩れてきた。エビの多みに耐えられなくなってきてる。早くしなければ。はい、こんな感じ。そしたらこの下を盛り付けていきます。そして下はね、もう海鮮を沖に置けばええと思ってます。ホタテも1個丸ごとこういう風に置いてみたりして、で甘エビもトン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 と置いて、タコの吸盤とかね、ここに乗っけて、カニもたっぷり、カニの爪で赤エビでサーモンで赤貝の紐、そして赤貝でマグロの赤身をサイコロ状に切ります。で散らしていくと。でイクラをパラ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 っと、パラ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 っと。そしてこちらキャビアですね。しかも今日はベルーガでいきます。超お高級なやつ。うわー、粒が大きいな。すげえうまそう。キャビアをちょん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 と。そしたらアボカドで、そしてクリスマスっぽくこちらヒイラギの葉っぱ、そしてこちらも添えていく。食用菊、エディブルフラワーですね。金魚草ですかね。色とりどりの金魚草を散らしていく。ちょっとごちゃごちゃしてますけど、今日はねごちゃごちゃするぐらいがいいと思います。クリスマスなんでね、華やかにいきましょうや。おじそは上がいいな。そしたらこの特大わさびですね。これをすっていきます。わさびってすったら賞味期限が30分なんですよ。30分以上経つともう辛みと香りがどんどん抜けてっちゃうみたいですね。はい、わさびがすれましたら、このわさびを集めてこの絞り袋に入れます。そしたらこのわさびを、なんか思っとったのと違う。もっとね綺麗に出ると思ったんですけど、あんまり綺麗に出なくてちょっとびっくりしてます。回収、作戦変更、丸めておきます。じゃーん、特製寿司ケーキの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。さあ食べていこう。食べる前にこのグラスに入った水の中にドライアイス。いいね、雰囲気が出てくる。よし、じゃあ食べていきます。いただきます。さあこれどうやっていこうかな。こういくしかないよね。こういってこういきましょう。ではいきます。ここら辺からザクッ。うお、すげえ、ずっしり重いな。ほい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 。そしたらこっちもちょっとトロはどけて、よっ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 。さあうまくいったかな。せーの、おら、起きた。素晴らしいです。ちゃんとここホタテも入ってますし、ごまの層もある。そしたらやっぱりこんだけだと寂しいので、ここに無造作に盛った魚介たちが生きてくるんですよ。まずわさびを乗っけて、であとは好きな具材をこう取ってお皿に盛り付けていくと。カニもいきましょう。カニちゃん。赤貝もいきましょう。赤貝でサーモンもねこう置いて、キャビア、このベルーガキャビアもちょっと乗っけて、そしたらお醤油をかけてさーっと。そしたらここら辺いきますか。
タテと酢飯、そしてマグロを置いて、うわ、あんだけ綺麗に作ったのにボロボロだ。キャビアもちょっと乗っけて、こちらいただきます。味も最高じゃない。酢飯も程よくて海鮮がいいからね、うまいですね。じゃあ赤貝いきますか。赤貝と酢飯、そして下にもホタテ、もはやお寿司ですね。赤貝の握り、いただきます。すごい食べ応えだ。でこの赤貝うまいな。すごく甘みが強い。いや、朝早く起きて買いに行った甲斐があった。でマグロもね抜群にうまいですね。カニいきますか。カニ酢飯と一緒に食べてお寿司として食べてもいいですけど、こうやってネタだけ食べてお刺身として食べてもいいですよね。これが寿司ケーキの醍醐味だと思います。たまらんね。でこちら車エビ、うまい。茹で加減もバッチリですね。上手にできてる。いやキャビアもうまいな。このキャビアすげえな、クリーミーですね。うまっ。これ贅沢だわ。これベルーガなんか一粒これ下手したら10円ぐらいしますからね。うまいけどベルーガを脇役に持っていくのは今日は申し訳なかったな。ちょっとこれはこれで食べたいなってとこありましたね。いやちょっとね、いただきます。あちらの方、せーの、でん、銀色のやつ、生ジョッキ缶ダイナマバージョン。今回も大きくなったダイナマです。このね、なんて言ったってダイナマはね、泡が最高なんですよ。この泡立ちが2倍なんですよ。いきますよ。せーの。さあ来い。来た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 。こも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 こ。来た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 。ほら、クリーミーな泡が出てきましたよ。はい。じゃあこちら、いただきます。この大きい感じがまさに大ジョッキ。生ジョッキ缶の醍醐味って、これ豪快にごくごく喉を鳴らして飲むのが一番うまい。このダイナマだとそれがめちゃめちゃ感じられるんですよね。本当に居酒屋さんのジョッキで飲んでるみたい。満足感がものすごいですね。ほんでね、泡のクリーミー感もたくさん感じれていい。で泡がもうちょっと欲しいなと思ったら、こう手を添えればね、泡たくさん出てきますんで、長く泡が感じられて最高です。中身はいつものスーパードライなんですって。それはうまいわ。そして今からクリスマス、そしてお正月が待ってますね。ぜひお家で皆さんこちらのダイナマ飲んでみてはいかがでしょうか。正月番組見ながらでもいいし、 YouTube 見ながらでもいいし、お家で居酒屋さん気分、それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場でお魚を買ってきまして、クリスマスっぽいお寿司ケーキ作ってみましたけども、上手にできました。これは毎年恒例の企画にしてもいいかもしれませんね。作っててすげえ楽しいですね。そして今日は朝日さんからいただいた生ジョッキ缶ダイナマを飲みましたけども、本当にめっちゃ居酒屋のダイナマって感じで最高でした。いろんな海鮮との相性抜群でしたね。もう何と合わせても合う。それがダイナマ。皆さんもダイナマやってみてくださいね。もうやったよっていう方はコメントお待ちしてます。ダイナマ、僕の一押し商品でございます。ということで、家でもめちゃ楽しめる生ジョッキ缶ダイナマをこの週末のクリスマスに楽しんでみてはいかがでしょうか。年末年始にゆっくりしながら過去の僕と朝日さんの動画もぜひ見返してみてください。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。